じゃあ早速よろしくお願いします。さあどうしましょう。はい、12月に宿毛矯正して、でもう上付きとあとチリチリとあと切れ毛がすごくて、最初はもう櫛が通らなくて、粗めのコームでいつも行ってる美容院とかいつも行ってる美容院で、でも宿毛矯正はやったことなくて、ああなるほど。はい。で6月に別のとこでかけて、でもうチリついちゃってます。はい。なるほど。で12月に伸びたところだけいつもの美容院でかけてもらおうと思ったんですよ。6月に1回宿毛やって、はい。で12月に伸びたところだけ違う美容院はいお願いしたんですけど、そうするとなんかやっぱり伸びたところだけだとこう液が垂れて、もうすでにかかってるところにもついちゃうって言って、そうですね。そうですね。それでなんかこうなんだろうこの痛みというかチリつきとかはい出てしまったんじゃないかって言われて。なるほどなるほど。そうないんですよ。おーっと結構櫛通りも良くないですね。はい。なるほどです。綺麗にしたいですね。綺麗にもう本当にね。思ったよりしかも根元伸びてなくないですか？12月にやった。そうなんです。根元をやってもらったんですけど、そうなんですよ。めっちゃついてあります。なんかこことかないか。これがなんていうんですか。ついてないんですよ。はい、ついてないんです。怖え。全くついてなくて、結構切れちゃったんです。切れちゃったみたいで。確かに。裾しかついてないっていうか、はい。ここないですね。はい。本当にボリュームが欲しいところなんですけど、はい。入れてなくなってしまって。なるほどです。オッケー。大変だ。大変ですよね。すいません。オッケー。これ。もうね、毎日が本当にストレスで。はい。これもしかしたら、いや、綺麗にはなるんですけど、カラー今日じゃないかも。ですよね。こっち優先ですよね。ですよね。オッケーです。今日ちょっと、一回シャンプーして、具合見ながらいきましょうか。一回乾かして、どんな感じになるかっていうので、とりあえず綺麗にしたい。ビビりを直したいけど、多分完璧には治んないけど、良くなります。で、カラーは、もう今日できないんで、2週間とか1週間とかだったら、全然根元リタッチだけ、もう毛先は何も触んないでやってあげるといいかもしれないです。で、多分、うちちょっとその1週間2週間とかはちょっとご予約も取れないから、メテオサロンさんとかでメテオのカラー、根元メテオカラーで毛先メテオのトリートメントとかしてもらった方が安心かな。とりあえず今日僕こっちをどうにかします。はい、すみません。後ろを多分これ分からないと思うんですけど、かなりもうちりついてるというか上映せるこれ切れちゃってるんですよ。全部切れちゃって、多分こんぐらいです。これぐらいが短くなっちゃってるんで、完全なる宿毛矯正のダメージ断毛だと。で根元の方が予想以上に伸びてないんですけど、ちょっと一回シャンプーしてどうなるかっていうのを調べて処理を決めます。根元の癖も伸ばしたいけど、ちょっと根元の癖の方も怖いかなと思うんで、ちょっといろいろ試してみましょう。一回シャンプーします。剥がしてください。お願いします。ちょっとね、嫌ですね、これは。そうなんですよ。OK です。じゃあ一回、シャンプー台で、美白のチェンジリンス、シャンプーして美白のチェンジリンスお願いします。いいお疲れ様でした。でも根元結構うねり強いですね。本当ですか。負けたのに。なんだ。ちょっと見てもらう。よし。結構根元のうねりが強い感じなので、強いですね。一回乾かしてどんな感じか見ます。はい、パーッとハンドブローというか乾かしただけですね。ちょっと真正面。お土産とか結構じりじりして。すごいんです。はい。多分これ多分空中で浮いちゃうんじゃないかな。はい。ですね。これは、そして根元が全然伸びてないのか。悩ましい。とりあえず上の断毛がひどくて、というか激しくて、全体的に癖が伸びてないから浮いちゃってる段階なんですね。結構もう、じりつきが激しいんで、どうしよっかな。なんかカラーをしに行った美容室では、6ヶ月後にまた宿毛をね考えてるんですっていう話をしたら、ちょっとうちではやりたくないですって言われたんです。いやそのぐらいは正直でいいかなと思いますよ。根元伸ばすのはね余裕なんですけれど、ちょっと断毛がすごいな。こことか見えるかな。悩むな。ただ綺麗にしたいですね。
OK。正直、綺麗に直すのに、3回あると余裕なんですよ。そう。なんで、3回はさすがにちょっともう超長期スパンの、逆に言うと半年後に超綺麗になるっていう形なんだけど、今状況でどうにかしたいっていう、このぼわついた感じをどうにかしたいっていう時、あと毛先のこの細いのをどうにかしたいってなった時に、どうにかできるって言われたら、まずこっちの手触りをちょっと半分良くしましょう。このチリつきを半分綺麗にすることはまあできそうなんで、半分良くして、で、根元も一応薬はつけといて、ちょっと落ち着かせる感じにしていきましょう。で、カットもちょっと切って、上の切れてるところっていうのを、やっぱ短いところ、ここに合わせたらめっちゃ短くなるんで、少し切りつつ、なんとなく、ちょっと今、毛先、ここら辺がダボったい感じもするんで、少し切りましょう。はい。そこら辺はお任せください。前髪も少し切ります。はい。じゃあ、準備します。行きましょう。はい。じゃあ、そんな感じで今日は、ビビり直しのみでいきます。この根元のボワッとしたところも、本当はやりたいんだけど、ちょっとなかなかね、難易度高そうなんで、今日はまず、このざらつきのところを取ります。で、後ろよりも重症なのはやっぱトップと前、ここら辺がすごい、ざらつきがすごいのとうねってるんですけど、ここら辺をまず体力回復させるために、ラフェクトコネクターの5倍希釈、アクア、ノットミスト、ドロップをつけてブローします。完全に脱水っていうのをして、髪の体力をある程度戻しつつ、還元剤をつけて少しでも綺麗になるようにしていきたいかなと思います。お願いします。はい、そんな感じで、ドロップまでですね、つけてもらってるんで、しっかりとこれコーミングして、よいしょ。で、脱水ブローですね。特にこの表面とか、襟足の方はそこまでだと思うんですけど、もみあげ表面あたりをそのままノンテンションで、このブラシを回して風で、このノズルつけた状態で風で、まず有効成分っていうのを中に定着させます。いきます。はい、こんな感じですね。この状態がかなり手触り良くなってないともうアウトです。多分もみあげはまだ厳しいかな。で、これがまだざらつきがかなり残るようだったら、もう2週、3週とやるんですけど、今日は2週やります。2週というか、しっかり2週やったら還元剤いこうかなと思います。いきます。はい、まず1周目ですね。この時点で少しツヤが戻ったのがわかるかなと思うんですけど、まあちょっとまだザラついてるんで、2周目いきます。で、根元やってないです。根元は、そこまでチリつきは、まあなくはないけど、あれなんで、もみあげとかの根元だけで、基本的にはこの毛先の一番傷んでる部分をいかに綺麗にしていくかなんで、これで2周目いって、2周目はハーフドライぐらいでいきます。ハーフドライぐらいで、そのまま1液いきます。はい、2周目のやつも、ケラフェクトコネクター5倍希釈ですね。かなりしっかりやって、で、毛先の先はちょっと原液いきましょう。ケラフェクトコネクター原液でいきます。で、つけたら、アクア。要は、ケラチンと CMC の補給っていうのを、まずここでかなりの分量を行います。一回乾かしたところ、すごい濃厚な濃度になっているところにもう一回つけます。で、レブリンさん、ノットのミストをしっかりとつけます。ノットのミストは、お客様にはアウトバスで使ってくださると、すごく毎日柔らかくなりますよとか、ツヤが出ますよって言ってるんですけど、こうやって業務で使うことによって、レブリン酸を補給することができるのと、あとはまあ、セラミドとかの CMC 成分とかがかなり髪に有効になってくるんで、おすすめです。はい、こんな感じでドロップもつけて、この後、ハーフドライですね。ハーフドライした状態で還元剤つけていきましょう。もうここから先ブラシ、今回は使わなくて良さそうです。かなり、強度が戻ったかなと思うんで。でもまだかな。でもちょっと乾かします。はい。じゃあそんな感じで、かなり髪に処理剤がたくさん入ったところで、まあある程度弾力戻ってはいるんですけど、もちろんこのままだとビビり直しにはならないんで、ただのトリートメントになるんで、はい。どうしても必要になってくる還元剤ですね。まずドロップ、クリーム状の CMC ですね。クリーム状の CMC に還元剤、エステルと言われる、スピエラですね。酸性の宿毛矯正をします。ドロップ1に対してスピエラが 10% です。ただ、それだと強いというか、結構パワーがあるんで、いくら優しい髪用というか、柔らかい髪用のドロップに対してスピエラ 10% という酸性宿毛矯正なんですけど、やっぱりビビリモにはかなりリスクがあるんで、3に寄せます、さらに。これだけだとまだ pH が多分 5.5 ぐらい、髪の東電点ぐらいだと思うんで、もう少し pH を下げることによって、安全な酸性域の宿毛矯正にしたいんで、はい、メテオ、グリオキシル酸、レブリン酸、グリオキシル誘導体とソルビトールなどが入ったカラーに添加するトリートメントなんですけども、他の使い方ももちろんできます。この pH が低いメテオによって、ドロップとこのスピエラの還元剤をさらに pH 下げる
ことができるんで、1対 10% で作ったものに対して、1に対して 10%、要はスピエラと同量エテを入れることによって、pH をかなり下げた還元剤っていうのができるんで、それを要は前頭に塗ります。根元も少し癖が伸ばしたい、毛先のベビーリム伸ばしたい。でも根元の癖はほぼ伸びないと思ってください。できる限り綺麗にしていきたいと思います。行きましょう。さあ、行きましょう。ペーパー塗りでいきます。ペーパーで、根元もしっかり攻めるんですけど、ペーパーでしっかりと挟み込むようにいきます。すいません、ずっと喋って。いやー、よくしましょう。ありがとうございます。もう毎日指折り数えてて、あと何日、あと何日。本当ですよね。はい。ちょっとね、なかなか。本当に12月は本当に目の粗いコームしか通らなくて、ネットでコームと、インフォーム。はい、インフォームと、あとケラメクト。はい。だからか結構ね、そうなんですよ。ビビヒモに結構良くないですか？ちょっと改善されますよね。されました。それでよかったよかった。それでやっと普通の櫛が通るようになって、そこにノットのシャンプーとか組み合わせてもらうとね、かなり良くなるんで。そこでだいぶ改善、友達に紹介してもらったんですけど、前ピンクのカラーをここでしてもらったピンク色のカラーをね、3ヶ月ぐらい前ですかね、してもらったお友達がいて。ここで？はい。YouTube ですね。はい。分かったかも。はい。ピンク身にした女性ですよね。はい、そうです。分かったかも。さくらちゃん。さくらちゃん。違う。もうちょっとマダムの。そうです、そうです。ですよね。はい。これすごいなんかエレガントな感じ。エレガントなピンク系のカラーをした綺麗な女性覚えてませんか？待って、情報が少ない。なんて言えばいいんですか？でも最近アップされた、最近ね、もうちょっと前か。ちょっと前ですかね。ちょっと前にアップされた方なんですけど、娘さんが美容師で、そうです。娘にいつもピンクのなんか入れてもらってるピンクが。わかりました。わかりました。あの方に。お友達？そうなんです。ああ、そうなの？世間って狭いですね。狭い。でこれを紹介してもらって、でパッと思ったんですけど。ね、ケラフェクトとコネクタとか特に高いですよ。でも3日間悩んで買おうと思って。買ったらもうすごいトゥルトゥルになりますよね。はい。よかったよかった。それでもう結構これでなんとか生きていけるかなと思ったんですけど、そのお友達がさらに募集してるよって教えてくれて。ありがとうございます。そういうことか。はい。友達パワーです。パワーですね。ちょっとじゃあもうバシッと決めないとですね。ただもうめちゃめちゃ綺麗になるとは思わないでください。はい。その難易度はね、ただかなり改善されるはずです。はい。なんでそこを今日は狙って、これね、最初美容院仕上がった時へーってなりませんでした？やっぱり。最初がちょっと分かんなかったんですね。はい。まあ育毛だからのっぺりしてて、ずいぶんぺったりしたなとは思ったんですけど、もうただ次の日の夜シャンプーした後に分かりましたね。やばいことになって。はい。全部こうドライヤーで乾かしたら全部毛がバーって立って、今までこんなに毛なかったのにって思って、はい。なるほどね。した時はね分かんなかったんですよ。そっからもうびっくりショックですよね。はい。ただ美容師さんがとても焦ってたのは分かったので、やべえって。はい。表面をずっとこうハサミでチョキ。ですよね。してくれててなんか様子がと思ったんですよ。なるほどね。表面をチョキ。なるほどね。OK です。気持ちはすごくわかります。1回目の薬塗ってで結構慌てたようにも流しになって。やばい。もう情景が目に浮かぶ。情景が目に浮かぶ。薬が強かったんですよ、絶対。アルカリの。その時私もちょっとよくわからないから、こんなに早いんだったら楽じゃんとかと思ってたんですよ。浮かぶ、目に浮かぶ。多分塗って、これはデローンってなって、おーってなったんだと。いや経験はあります、僕も。本当ですか？もちろん。やっべーってなって流した時はもう時すでに遅しの方なんですね。そうなんですね。いつもね、そんな慌ててないのにどうしたんだろうとは思ってて。早いじゃんと思った、その次の瞬間。ラッキーじゃん。こんなに楽なら宿毛いいなと思って。長いですからね、基本的に。これは。違ったんですね。違う。そうですね。全然楽じゃんじゃなかったですね。全然多分顔も名前もご存知ないけど、そのフロアの姿はとてもわかります。流しはそのスタイリストさんがやったんです。アシスタントさん。スタイリストさんがやってくださって。流してる最中の気持ちわかる。そうなんです。どうにかなんで。今だったらわかるんですよ。その時に、まあね、美容師さん向け言うと、レブリンさんのクリームとかで、締めちゃえばちょっと止まるんで、いい
いとかあるんですけど、そこまでのあれがないと、はい、やばいやばいやばい、どうしようどうしようにしかならないから、で上がってきて乾かしたらなってアイロンで熱ごまかそうとするんだけど、それがよりダメージの原因になるみたいな感じなんですよね。そうなんですね。いやただちょっと気持ちわかりますね、美容師さんの。ただこれ嫌ですよね、やられたら。はい、もう伸びるのを本当に待つしかない状況で、美容師さんが最後に言ったのが、気になるとこがあったらいつでも切るので言ってくださいって言われて、気になるとこってなんだろうと思って。なるほど。もうそれだともう気になるとこだらけなんですよ。もうそうですよね。チリチリしてるし、もうショートになっちゃうぐらいのことでいけるかなっていう。いや無理でしょ。無理極いレベルですよね。いやなかなかですね。ちょっとでもよくしますよ。はい、お願いします。ただ一応このもうリスクは高めの施術です。もう僕もちょっとビビってますもん今。すいません。すいません。いやなんかね、ビビり直しの動画何個かあるんですけど、ちょっとレベルが違うかも。本当ですか。少し難易度高めかもしれないですね。よいしょ。どうしていいか分かんなくて。ぶっちゃけ半年いただければ絶対直せるんですよ。半年、徐々にっていう形でやれば、結構今はね、かなり綺麗になるんだけど、ちょっと1回でどうこうだと、ある程度のところまで、でも全然ね、僕ら的にある程度のところなんだけど、お客様的に意外に治ったって思われるぐらいまではいけるはずなんですよ。楽しみです。はい、ちょっと後カットもしましょうね。よし。もちろんショートにはしませんので。はい。その違う美容院の半年後の宿毛矯正うちではできませんが、一番やっぱいや賢い。よく断られる人とかねいるとかなんか聞いたことあるけど、私断られる人になってしまったと思って。宿毛矯正はねリスクが伴うんですよね。決まればサラサラになるんですけど。よし。そんな感じで、ペーパー塗りで終わってます。なんで、これで、とりあえず10分置いて1回見てみようかなと思います。はい、10分。はい、10分経過です。難しい。もうちょいかな。このザラつき、ビビリ毛のザラつきが、超優しく触ってます。優しく触って、ザラつきが取れてたら流しなんですけれど、まだ取れきってないかな。こっから先細いから怖いんですよね。そう、これね、じっくりいきたいんですよね。早く流したいのを抑えつつ、ちょっとここら辺はかなりね、余裕だと思うんですよね。ここら辺の難易度は低いですね。むずい。2分にします。2分置きましょう。はい、むずいとかお客さんの前で言っちゃうんです。これ YouTube すいません。じゃあ、これ営業だったらもう、こんな顔してるかもしれない。OK。じゃあ、とりあえずチェックしながら2分置いて流します。大丈夫そうですね。じゃあ、流しの時に、まずほんとしっかり流してもらって、で、温度低め、で、完全に薬剤流してもらったら、一回還元をできる限りストップしたいんで、エマチンでチェンジリンスします。チェンジリンスして、で軽く泡立てして、ドロップチェンジリンスでそのまま上げてきてもらいます。お願いします。お疲れ様でした。さあ。悪くない。触ってみます。まだ全然わかんないと思うんですけど。いやでもまだね安心はできないんですけど、今僕の中ではちょっと安心した。はい、でも毛先でもある程度のところはカットします、はい、気になるとこあったらカットする冗談言ってる場合じゃないじゃあ中間処理します、はい、じゃあ中間処理さっきと一緒ですね。ケラフェクト、アクア、ノットミスト、ドロップで最後リンクオイルつけてドライして、でドライなんですけども毛先から乾かします。毛先をブローします。先に基本的に傷んでるところに水分が残ってる状態でアイロンしてしまうとそれがさらにブーストして傷んでしまうんで、ビビり直しはブローで決めるイメージだから、ハーフウェットぐらいからさっきの一番最初の処理剤をブローしてるようなイメージでまずブローで決めちゃいます。で最後根元を9割ドライしてトレタイロンは、今回は190度かな。アディアントの190度でいきたいかなと思います。で忘れがちなもみあげにしっかりとつける。よし、もうここの中間処理で栄養を送り込まないとどうしても絶対に綺麗にならないんで、最後リンクオイル毛先つけて表面
表面のダメージ強いところつけて、軽くコーミング、テンションかけないコーミングして、さあ、ブローですね。さっきと同じです。ちょっと見ててください。こんな感じ。ブローでもう完全ドライしちゃいます。で、全体やったら根元9割ドライして、で、やりましょう。はい。じゃあちょっとワンパネルだけお見せして、入れ足はちょっと別なんで、少し細かめに、今日のビビり直したはちょっと別の、指でいきます。入れ足は。スインブラシだと入りきらないんで。で、温度がラディアント190度でいきます。で、根元はしっかり熱入れ毛先する。根元この薄スライスで取って、根元しっかり毛先、ゆっくりするですね。力は入れない。プレスは絶対しない。で、ここから普通通りいきましょう。はい、取ります。ツインブラシでしっかりと均一にテンションをかけます。で、根元。やって、しっかりと熱入れ。酸性なんでね。熱入れして、毛先は力を抜く。で、ゆっくりする。力もほとんど入ってないです。で、こういう形ですね。頑張りましょう。じゃあ行きます。もうあと願いを込めてるだけです。このビビりを直してくれって、ご近所の美容室行ってもなかなか断られちゃいますよね。ですよね。これはむずい。100点まではやっぱ狙えないんだけど、85点、僕いつも言うんですけど、85ぐらいを狙って、徐々に100に近づけていく方がいいですね。そうですよね。無理がものがないですよね。いや、そうそう。いや、で、襟足の方というか、バックの根元が伸びてないのは多分もうそれもわかるんですよ。薬つけたらぐにゃんぐにゃんに溶けてきちゃって、根元効かせる前に毛先流さなきゃってなったんだけど、ゆうきさん誰にでもね、起きるあれなんで、誰が悪いってわけじゃないんですけど。お薬ってその人によってこう合わせるものなんですか？僕は結構合わせてきますね。まあでも大まかには決まってますよ、もちろん。そんなね、オートクチュールを毎回作れないんで、大まかにこれとこれをどうしようかなとかいうのは決まってるんですけど、それを大幅にミスるとダメージの原因になりやすいんですよね。漁師さんもなんか私の髪の毛は難しいっていうのはなんか分かってる人で、あ、そうだね。難しい。うん、そうですね。なんでしょうね。細いからですかね。なんですかね。まあ、細くて、白髪染めをしてて、吸水毛であるという、要は薬液反応速度が速いんです。そうなんです。だからじっくり効かせる薬にしてあげた方が、今日結構時間置いたの分かります？はい。一液。そう。あれぐらいの感じでいかないと、塗って即流しじゃなきゃいけないような薬だと、左右差も出ちゃうし。ああ、はい。すごいですね。どうして美容師さんって大変ですね。いや、全然大変じゃないですよ。大変なことは一切ないです。楽しくやってますよ。いやでも長門さんの私の会社の先輩が長門さんのファンで、あ、本当に、はい、銀座の美容師さんにやってもらいに行くんですっていうふうにお話ししたら、誰ってなって、名前がちょっと出てこなくて、ちょっと待ってくださいって、長門さんってもうそこら辺言っただけでって私大ファンなんだけど大ファンだって言われて小田切城好きでしょ私って言われて小田切城小田切城がアンチコメントきますって小田切城がちょっとあってなって、私もあってなって声がすごくいいよねってそっちかはい言ってました。なんだ顔かと思った。いや顔と声と笑い声が好きって言ってました。小田城はこんな声で笑わないです。小田城って言うんですか？何？小田城略して小田城。わかんないです。小田切城。長いじゃん。まあそうですけど小田城。長城って呼んでもいいよ。やめた方がいいです。見ても似つかないんで。危ない。小田切城はかっこいいですよね。かっこいいです。私の先輩の中では小田切城。あ、そうなんですか。魔法がかかってますね。フィルターかかってる。加工されてます。ワイルドな感じのとこですよねって言って。ワイルドね。なんなんお前その上から。ワイルドなんだ。いや本当にありがたいですね。見ていただいている方がびっくりしました。知られてました。はい。じゃあちょっとあれですね。これ完璧にしないと。まあ髪を。職場の先輩が。職場の先輩がはい。見ちゃう。
ちゃう。ファンが見ちゃう。それにしてはちょっと難易度高めですね。多分100点はまあ無理なのはもう100も承知なんで、ちょっとできる限りこだわりよくし、まあでもいらっしゃった時よりは間違いなく良くなるはず。あの状態だとちょっともうお風呂入るの怖いですもんね。そうなんです。はい。頭洗いたくないですよね。そうなんですよ。洗うたびに切れていくんじゃないかと思って。そうなんですよね。はい、怖いな。しっかりとやりましょう。まあちょっとね。もうお近くだったんですか、ここ1時間、1時間20分ぐらい。はい。銀座はあんま来られるんですか？全く来ないんですよ。全く来ない。全く来ないんですよ。いつもどこら辺で。いや、もう本当にね、なんだろう。本当に近所ですね。職場も近所なんですか？職場、はい、車で、はい、5分ぐらいなので。お車で。はい。僕も言うなら似たようなもんですよ。あ、そうなんですね。自転車8分なんで、ここは。銀座からほぼ出ないです。セミナーだけ。あ、いろんなとこ行かれて。そう、セミナーでしか出ないです。遊びに行くような時間もそんなないんで。そう。銀座、楽だよね。遊びに行きたい。お、どちらにちなみに。ディズニーランド。行ったばっかじゃねえか、お前。まだ今年行ってないですよ。ちょっと待って、今年は今1月、あなた12月に行ったでしょ。はい。それ確かに去年ですけど。今年まだ行ってないじゃないですか。先月とも言うぞ。今年まだ行ってない。ちょっと待って、先月しかもさ、あれ何ですか？俺が神カリスマ授賞式の時だから13か。ほら、1ヶ月かし1ヶ月ぐらい。ほら、寂しい。すごいね。呼んでる。来月行くんですけどね。お、来た。また。いつものメンバーで行くんですけど。その人は本当にしょっちゅう行ってますよね。うん。いや、本当ですよね。でも私よりもっと行ってる人いっぱいいますよ。いますよね。私なんて少ない方だと思いますよ。いやー、すごいですよね、ディズニーパワー。長さんにディズニー行った方がいいですよっておすすめをずっとしてます。あ、そうなんですね。十数年前で泊まっているディズニー。同じです。まだ新しい乗り物がフワリンとか乗ってないんですよ。いいですよ。ね、いっぱいできてますよね。なんかいっぱいあるみたいですね。まあね、どうなるか。まあ、そのうち気が向いたら僕も行きます。絶対行かないやつ。旅行とかちょっと行きたいですけどね。ね、いいですよね、旅行。年末年始沖縄に行ったんですけど。あ、そうなんですか。なんか北海道とか行きたいですね。攻めますね、この寒い中。ね、今は。寒すぎるからね。雪で帰ってこれないあれがある。そうですよね。はい。さあ、ストレートになると上の切れ毛がちょっと目立ち始めますね。カットどうしようかな。どんぐらいまでできれば長い方がいい。あ、いえ、こだわりはないです。はい。できる限りその表面の短い毛に合わせていくのが理想は理想ですけど、そうするとめっちゃショートになるので、ちょっとね、ある程度のところを狙いましょう。はい。アイロンしてもらうとめっちゃ切れてるのがわかりますね。そうなんですよね。まんべんなく切れてますよね。あ、でもね、鉢植えトップの方がやっぱ多いですね。襟足の方とか全然ですよ。ああ、そうなんです。いい感じに綺麗にしたい。はい、こんな感じです。アイロン後ですね。やっぱりこうなってくるとこの辺の多分切れ毛もあるんですけど、もしかしたら傷みすぎてて、ゆうさんがカットした後も結構多いかな。ここら辺の断面とか見るとカットしたんだなって感じなんで、今日はできる限りこれと下をなじましていくために、カットはまあ少し下を詰めて、ちょっとかといってこの長さのレイヤー入れると怖いんで、ボブ系でいこうかなと思います。まずは固定しましょう。はい。ブロムのクリームでいきます。酸性ストレートなんで、完全にしっかり酸化させたいんで、ブロム、クリーム。まあ、お隣さんの酸性の薬剤のブロムですね。超大容量なんでお得です。はい、それにメテオ 20%。ここでメテオ入れるのが一番いいです。メテオ 20% 入れて、アウタム 3g 入れていきます。もうベタ塗りです。はい、お願いします。あとは神の水を知ります。はい。手についたみたいです。睨まれてました。睨まれてましたね。もうちょいここ畳んでさ、コンパクトにすればいいのにさ、オラついてるから。これぐらいですよ。これぐらいで、なんかそちらが、なんかツンツクしてくるわけじゃない。ツンツクしてる。ツンツクしてくるわけじゃないですか。本当。なんか手荒れのために手袋しなとか言われにはその手袋を外したところにつけるじゃないですか。何ですか？恨んでるんですか？私のこと。荒れろとか思ってるんですか？この間もなんかお客さんやってて営業中でなんかもう荒れるから手袋してやりなって言われたんですよ。だけどなんかクリーム状の液体でまあ巻いてたんですけど、もう飛ぶ手袋のここにいっぱいついてました。すごい飛ばして手をあとなんかちょっと痒くなってましたね。本当最
すぐいっぱい飛ばす。もうちょっとなんか静かにできないんですか？アグレッシブにさ仕事しないといけない。いや、もう駅がアグレッシブすぎます。私のお手手がカイカイになって、腕がカイカイになって。そんなかわいそう。ね、かわいそう。長めの手袋をぜひ。長めの手袋あるんですよ、でも。そうそう。長めの手袋にすれば。そういうこと。またそれを超えてきそうですよね。でも超えてきそうですね。長めの手袋を超えることある。ありました。だってあの時顔にも飛んでましたから。あ、かいいな。あれ薬剤でダメだった。顔に飛ばされて顔もかいいな。すごい難しいパーマの人で。そうなんです。そうだ、薬何段階にも分けてたら、やっぱりビシャビシャになって、巻くたびにピシャピシャ飛ぶんですよ。私の顔にもいろんなところにピシャピシャ飛ばして。お客さんには飛ばさなかったっていうのは偉くない？すごいです。さすがです。そうありがとうございます。プロフェッショナルなんで。プロフェッショナルはどこにも飛ばしません。どこにも飛ばしません。プロフェッショナルはどこにも飛ばしません。はい。間違いない。そこはわかるよ。いいですか？私のお手手がただれても。ただれてはねえだろ。かゆかゆってなって。よし、15分は置きましょう。はい。はい。楽しみです。いや、やめてください。過度な期待現金です。じゃあお願いします。はい。15分経ったんで流すんですけど、まあちょっとクリーム機材をさらに浸透というかね、最後の最後で追い込むためにアクアつけます。ちょっと乳化するようなイメージですね。こうすることによって浸透圧の差で、しっかりと最後の追い込みができます。でこの後流すんですけど、流すときに最後後処理。今日はフルコースでいきたいと思います。まず、しっかり推薦します。したら、エマチン、エンジニンス。エマチンで、完全に還元剤というか、もうすべてのものをリセット、残留のものっていうのをなくすっていう意味で、エマチン、チェンジニンスしたら、今回スピエラ使ってるんで、まあ、脱臭、匂い除去のためっていうのもあるんで、イソジンですね。イソジン。エマチンの乳化中に乳化が終わった半分ぐらい済んだタイミングで、シャンプーボウルにイソジン入れます。だいたい30倍ぐらいになるようなイメージで、イソジン入れて、それでまたチェンジリンスします。で、そのままインフォームを混ぜたノットのシャンプーで、シャンプーをしてもらって、優しくですね、もちろんしてもらって、その後にしっかり流したら、セラミックとコネクタ原液をまず髪に揉み込みます。そうすると髪の毛ガシッとするんで、そしたらその上からエラフェクトのアシッドリンクですね。アシッドリンクを軽くつけてもらって、その上からもう一回アリミのコアミの R ラインですね。一番最新のラインっていうのを全体でシステムトリートメントして上げてきてもらいます。はい、じゃあお願いします。お疲れ様です。あとは祈っててください。はい。はい。ノットのミストで、まず、レブリン酸を補給して、摩擦改善ですね。よし。シワ通ります。あらばじゃなくても通ります。すごいです。よし。とりあえずなんですけど、ここで下手にレイヤーとか入れて、表面の毛追ってっても、まあ、合わないと思うんで、ただ、ここの短いのと、ここの距離の差をちょっと詰めるだけで、少し変わってくるんで、このボブの状態のまんま、ちょっと切りましょう。はい。で、まず、それでどんぐらい綺麗になるかを見ながら、まあ、半年コースですかね。で、綺麗になれればいいかなと思います。はい、ちなみに今日、ビビりがだいたい7割良くなってると思ってください。はい、で、根元の癖が3割だけ伸びてると思ってください。はい、根元の癖を伸ばすほどのパワーはこの薬はないんで、ただついでにって言うとあれだけど、ちょっとでも少し緩和されればいいかなと思うんで。頼みます。よし、乾かすまでは分かんないですからね。はい。じゃあちょっと切りますね。はい。カット解説ってほどではないです。もう本当にブラントで、バンバンここを詰めていくイメージですね。ただちょっと今、後ろが長いで重たく見えやすいんで、少し後ろを短めの前下がりっていうか水平になるようにしましょう。ちょっとグッと下向いてください。そう、長さ詰めても実は一番切りたいトップが切れないんですよ。そうですよね。でも大丈夫です。さっきの宿毛矯正で綺麗になってることを祈ります、僕が。よし、もう一回下向いてください。もう本当に、まず長さ決めていって、あとはビビりを見ながらドライカットですね。まあ、水平ラインにしたいんで、ここがパネルになるように、まっすぐですね、まっすぐにしてください。真正面向いてください。はい、これぐらいでいきます。はい、ちょっと安心の。はい、あんま短くてもね、びっくりしちゃうと思う。いきなりですからね。そう。よし。よし。細かいカットはしません。乾かしてから。よし。前髪も毛先の先だけ切っちゃいます。前髪も基本はドライカットでいこうかなと思ってます。よし。リンクのオイルつけて乾かします。ちょっと髪の毛と会話しながら乾かしますね。はい。はい。なんで、ちょっともう目つぶってお待ちください。はい。はい。さあ、悪くない。
短い毛がね、やっぱりまだね、もちろん残っちゃってるんですけど、多分これ乾かしただけです。もちろんアイロンしないです。触ってみてください。ちょっと全然引っかかんないです。すごい。どこも引っかかんないです。もみあげもうちょいなんだ。もみあげでも全然ですよ。だってもうバリバリバリでしたもん。そうですね。はい。もみあげもうちょいだなって感じ。すごい。すごいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。何回もつけては洗いつけては洗いつけていただいて。多分これ口洗われ一回通してみてみてください。はい。多分これぐらいでも余裕。もうはい。こんなの取んなかったですからね。本当に。よかった。これでプラスメテオでさらに最後脱水のアイロンすると一応ツヤは出ます。ただもちろんねアイロンのツヤにはなってくるんでトリートメント成分がそれ、かなり密着はしてくれるんだけど大体この今の手触りが持続すると思ってください。これが1ヶ月ぐらいはいけると思います。毛先ちょっとブランと落とす手触り良くするぐらいにしてこれ分かるんですよ。美容師さんがここ切りたくなっちゃうの。もうね、あとちょっとたちなんで、切りたくなるの分かるんですけど、切ったらまたいたちごっこなんで、伸ばしましょう。はい。ここは。これでカラーを、メテオのカラーすると、結構意外にいけるはずなんで、ちょっとそこら辺はね、ちょっとお待ちくださいね。はい。よし。1回でできる限界値ぐらいまで来たんじゃないかなと思いますね。なかなか、よかった。肩の荷が下りますね。これは難しい。で、ある程度、髪質がどんどん綺麗になると思うんで、綺麗になったら、あれですね、レイヤー入れたりとか、そういうのをした方がいいですね。今レイヤー入れちゃうと、ただただ膨らむ髪質になりがちなんで、そこはちょっとね、良くないと思うんで。よし、まずこれでアイロン操作をしてから、細かいところ、前髪とかを切っていきたいかなと思います。アイロンは200度でいきます。ただ、今日だけ200度です。家でやるときは200度なんかもちろんやっちゃっていきましょうね。メテオのトリートメントを固めるアイロンですね。ちょっとこう湯気が出ます。湯気が出るっていうことは、中で反応が起きているというですね。さあ。傷めないのが本当は一番もちろんなんですけど、歯間矯正傷んでしまった場合っていう時のこのリカバリーがある程度できるとかなりいろいろねお客さんも喜ぶかなと。いやーよかった。よかったです。ここの耳のとこはもうちょっとアイロンするとちょっとバリバリバリっていう感じのなんかあれですよね。なんか焦げた感じになりますよね。要は常にタンパク質の流出がやまない状態。それでアイロンの熱でちょっと焦げた感じになってしまうっていう。よし。はい。ちょっと前髪の少し切って。表面のピンピン出る毛はこのミルボンのポイントケアスティックでまず押さえちゃう。よし。本当はね、絡ましたいですよね。はい。で軽くアロディアンオイル。やっぱホームケアの基本はシャンプーです。そうなんですね。シャンプーをまずいいやつというか、にしていった方が、インフォームもケラベクトも全然生きるんで。そうなんですね。一回ぜひ使ってみてください。せっかくここまでやってもシャンプーがダメだと一瞬でダメになります。本当ですか。本当です。一瞬今日やったやつが次のシャンプーで取れるぐらい粗悪なシャンプーとかだとやばいことになるんで。そうなんですね。それはちょっとできないですね。それは。やっぱね、洗うものにこだわった方がいいですよね。どうしてもつけるものに皆さんこだわりがちなんですけど、洗うものの方が完全に大事です。さあ、ちょっとまずカメラで撮りますね。ちょっと下見てみてください。とりあえずアイロンはしてはあるんですけど、表面とかね、ちょっと切れ毛があるんで完全なる綺麗なツヤっていうのは出しづらいんですけど、この見てもらうとわかんないこの柔らかさですね。こうパラパラパラっていうような、多分一番最初の段階では絶対出せなかったこの柔らかさっていうのが出せてます。あとは全体的なツヤ感っていうのがこうですね。ちょっと、あと数回メテオのカラーで綺麗にしてもらいましょう。さあ、ちょっと一回お疲れ様でした。
ちょっとね、カットはただ切っただけです。そこはもう申し訳ないというか、下手にいろいろできないんですよ。あんまりいろいろやっちゃうと、どうしても、なんとか重なってきちゃうと、毛先の位置が増えるのが良くないんですよ。毛先が全く同じ位置にいる状態の方が、トリートメント成分が浸透しやすいし、ダメージっていうのが見えにくい部分もあるんで、ちょっとしばらくはこれでいいと思います。ただもう、ぶっちゃけほんと半年以内に綺麗になります。さあツヤが出ましたね。ツヤと、あともう毛先もこう、なんだろう、反るぐらいだったんですけど、ちゃんと丸くなってて。ありがとうございます。動画では撮ったんですけど、一応これがこういう感じのツヤ感と、あとはパラパラ感ですよね。毛先が。これがなかったと。すごい、全然なかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。よかったです。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと改善されましたね。よかった。すっごい改善されました。よかった。まあとりあえずビビり直し、どうしてもビビり直しってどうやってやればいいですかってリュウさんからの質問とかすごいあるんですけど、ケースバイケースです。ただ今日のメテオを混ぜたドロップとスピエラの還元剤っていうのはやっぱりかなり有効的にはなるんで、ちょっとそこら辺もまずはビビりもの毛束を作ったりして練習だったりとか検証してからお客様にやってあげるといいですね。これができるようになるとある程度悩んでる女性っていうのを救えるかなと思うんで、ここら辺もぜひ参考にしてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。予想以上に結構傷んでたから。ですよね。すみません。全然見違いました。手触りが違う。よかった。疲れた。ありがとうございました。ありがとうございます。久々に冷や汗出ますよ。伝えればよかったです。お疲れ様です。お疲れ様です。ツヤが出ました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。しばらく。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ビビりが治りました。治ってはねえか。7割良くなりました。はい、今日のネイル。新年。最初のネイルです。イエス。友達にどうしたの？血迷ったの？シンプルだねって言われました。映ってます？映ってる。いい感じだよ。可愛いじゃないですか。星と間違えた。月に変わって。おい。おい。へえ。危ね。暴力今取りましたよ。暴力決定的瞬間。はい。じゃあそんな感じで次のモデルさんに行きましょう。お疲れ様でした。